レッスン1、待ち合わせの時間と場所を探す。ミーティングの時間と場所を見つけましょう。それは素晴らしいことです。明日はどう？明日は私にとってはうまくいきます。何時？午後2時どう？いいですね。どこで会えばいいの？ダウンタウンの喫茶店で会いましょう。パーフェクト。明日の午後2時にそこで会いましょう。楽しみにしています。私も。また明日ね。じゃあまたね。さようなら。レッスンにチューリップと野菜について話し合う。私はチューリップが大好きです。とても美しい。はい、そうです。トマトも好きです。チューリップとトマト、どちらも素晴らしい選択肢です。庭で一緒に飾ると素敵だと思います。間違いない。色にはチューリップ、生鮮食品にはトマト。ただし、別々のベッドに植える必要があります。それはいい考えだ。彼らの世話がしやすくなるよ。さらに、トマトは成長するためにより多くのスペースを必要とします。そうですね。チューリップに影を落としてほしくありません。チューリップの球根とトマトの苗を手に入れましょう。同意した。私たちの庭は活気に満ちて生産的になるでしょう。チューリップが咲き、トマトが熟すのを見るのが待ちきれません。それは美しい光景と美味しい収穫になるでしょう。私たちのガーデンプロジェクトを始めることに興奮しています。私も。それでは球根と苗を取りに行きましょう。計画のように聞こえます。園芸用品センターに行こう。私たちの庭をカラフルで美味しい成功にしましょレッスン3、お出かけの計画。今週末はお出かけしよそれは素晴らしいですね。どこに行けばいいの？ビーチはどう？いつもリラックスできます。それは完璧に聞こえます。ここからどれくらい離れていますか？車で約30分です。それほど遠くない。旅行にあまり時間をかけたくない。同感です。私たちは一日を最大限に活用すべきだ。何時に出発すべきですか？朝の9時頃に出発しよそれは私にとってはうまくいきます。一日中過ごすことになるよ。う。ビーチ用に軽食や飲み物を用意できます。いいアイディアだ。ピクニックバスケットを用意するよ。日焼け止めとビーチタオルを忘れないでください。必要なものがすべて揃っていることを確認します。ビーチで楽しくリラックスできる一日になりそうです。つま先の間に砂を感じるのが待ちきれません。私も。ビーチアドベンチャーの準備をしよワクワクしています。思い出に残る一日にしよう。絶対に。リラックスして楽しむのに最適な方法です。
楽しみだよ、ジョン。私もそうだよ、アンナ。ビーチで素敵な時間を過ごしましょレッスン4、ファッションセンスを褒める。う。アンナ、言っておくけど、あなたはいつもファッションに対してとても素晴らしい目を持っているわ。ああ、ありがとう、ジョン。おっしゃってくださって本当にありがとうございます。それは本当です。あなたはいつもスタイリッシュでまとまりがあるように見える。あなたから言って、それは大きな意味があります。あなたもセンスがいいですね。ありがとう、アナ。最新のトレンドを常に把握するようにしています。まあ、あなたは間違いなく成功します。君の服装はいつもぴったりだ。感謝するよ。きちんとした服装をして、自信を持っておくことが大切です。絶対に。ファッションは自己表現の一形態になり得ます。だからいろんなスタイルを試すのが好きなんです。そして、あなたはそれをとてもうまくやっています。あなたはいつもさりげなくかっこよく見えます。ありがとう、アナ。あなたのファッションセンスは私にもインスピレーションを与えてくれます。私のスタイルを高く評価してくれる人がいるのはいいことです。こんなおしゃれな友達ができてラッキーだと思う。気持ちはお互いようだよ。ジョン、おしゃれなコンビを作ります。わわ、確かにそうです。これからも私たちのユニークなスタイルを揺さぶっていきましょ絶対に。流行に敏感で素晴らしいことを心がけましょう。乾杯、アンナ。これからも衣装を着て殺していきましょう。乾杯。どこに行ってもおしゃれな表現をしましょう。アンナ、これからのファッションアドベンチャーを楽しみにしています。同じように、ジョン。私たちのファッションの旅はまだ始まったばかりです。一緒に注目を集め、トレンドを設定しましょレッスン5、パーフェクトフィットを見つける。う。アンナ、そのドレスはあなたにぴったりです。ありがとう、ジョン。本当に着心地がいいです。それはあなたの自然な美しさを引き出します。君は素晴らしく見える。優しい言葉に感謝するよ。ジョン、あなたはいつも私を笑顔にする方法を知っている。嬉しいよ。あなたには自信と美しさを感じる権利がある。あなたは優しすぎる。ところで、私もすごく好きなジーンズを見つけたよ。それは素晴らしいです、アナ。完璧なペアを見つけるのは難しいかもしれません。はい、でもこのジーンズは私にぴったりフィットし、とても快適です。それは双方にメリットがあります。快適さとスタイルは密接に関係しています。絶対に。着るものに心地よさを感じることが大切です。これ以上は同意できませんでした。ファッションは私たちの自信を高めてくれるはずです。このジーンズはまさにそれを実現します。履くのが待ちきれません。アンナ、彼らがあなたをどう見ているか楽しみです。私の新しいジーンズをすぐに見せてあげよう。楽しみにしていますよ。私たちは2人とも新しい発見を盛り上げることができる。間違いない。
一緒にスタイリッシュに一歩踏み出そう、ジョン。それが魂だよ、アンナ。これからもファッションを取り入れ、素敵な気分にさせましょう。乾杯、ジョン。人生にぴったり合うものを見つけることです。乾杯。私たちのファッションの選択がいつも最高の気分にさせてくれますように。同意しました、ジョン。これからも自分のスタイルを発見して明るく輝いていきましょう。どこに行っても注目を浴びるよ、アナ。レッスン6、課題を受け入れる。最近はチャレンジングだけど、ポジティブな気持ちでいるよ。素晴らしい、ジョン。ポジティブな考え方は大きな違いを生むことができます。良いことに集中することが大切だと思います。絶対に。それは私たちが障害を克服し、前進し続けるのに役立ちます。瞑想やマインドフルネスを試すことを考えたことはありますか？はい、持っています。心の平安を見つけるのに役立つと思います。それは素晴らしいです。セルフケアには時間をかけることが不可欠です。元気を取り戻し、クリアな心で課題に立ち向かうことができます。アンナ、あなたに合ったプラクティスを見つけてくれて嬉しいです。ありがとう、ジョン。これは旅ですが、私は成長に全力を注いでいます。それがスピリットです。挑戦を受け入れることは自己啓発につながります。同感です。挑戦を通してこそ、私たちは自分の強みを発見するのです。そしてその過程で、私たちは自分自身のより良いバージョンになります。間違いなく。ジョンさん、これからも課題に正面から向き合いましょう。力を合わせれば、どんなことでも乗り越えられるよ、アンナ。その通り。私たちはチームであり、お互いを支え合います。アンナ、そばにいてくれて感謝するよ。一緒にやってるんだ。同じように、ジョン。ポジティブであり続け、前進し続けましょう。持ってるよ、アンナ。挑戦を積極的に受け入れ、成功しましょう。絶対に、ジョン。これが私たちの回復力と成長です。乾杯、アンナ。毎日を強く、楽観的に向き合いましょう。乾杯。私たちは課題を克服し、明るい未来を創造します。レッスン7、アウトソーシングの探求。それは実行可能な解決策のように思えます。何を言ってるの、ジョン？いくつかのタスクをアウトソーシングすることを検討すべきだと思います。それはいい考えだ。それは私たちがより効率的になるのを助けることができる。今日はアウトソーシングのオプションについて調べます。素晴らしい。それが生産性にどのように役立つかを見てみましょう。アウトソーシングすることで、より重要なことに時間を割くことができます。私たちの仕事の核となる側面に焦点を当てることができたらいいですね。まさに、繰り返しの多いタスクや時間のかかるタスクを委任できます。
そうすれば、私たちはもっと一生懸命働くのではなく、よりスマートにまず、信働くこ頼できるとができます。アウトソーシング企業を調査することから始めます。それは良い第一歩です。私たちはぴったり合うものを見つけたいと思っています。また、コストとサービスの質も考慮する必要があります。同意した。私たちは投資に見合う価値を得たいと思っています。外部委託できる可能性のあるタスクのリストを作成します。そして、どれが最も適しているかを優先順位付けすることができます。ワークフローを合理化し、効率を最大化することがすべてです。ジョン、このオプションを検討できて嬉しいです。私もよ、適用してより良い解決策を見つけることが重要です。積極的に行動し、新しい可能性を取り入れましょう。絶対に、アンナ、一緒に最善の方法を見つけましょう。僕らは信頼しているよ、ジョン。私たちは正しい決断を下します。アンナ、あなたのサポートに感謝します。私たちは素晴らしいチームです。わかる、ジョン。これからも前に進み、新しい地平を切り開いていきましょう。確かに、アンナ、私たちは成功への正しい道を見つけるでしょアウトソーシングによって生産性がどのように向上するのか楽しみです。う。私もそうだよ、アンナ。新しい機会と成長を模索しましょレッスン8、秘密と招待状。すべてのゲストに秘密を守ることの重要性を強調する必要があります。絶対に、ジョン。私たちはサプライズをそのままにしておきたいんだ。簡単な招待状を作って送ります。それはいい考えだ。共有される情報を制御できます。招待状には守秘義務の必要性が記載されています。偶発的なネタバレは欲しくありません。ワクワク感と期待感が高まるでしょう。みんながその意義を理解していることを確認しましょう。招待状にはサプライズ要素についてのメモを記載しておきます。そうすれば、彼らはそれが何か特別なものだとわかるでしょう。個人的なリマインダーでフォローアップすることもできます。これは、全員が同じ認識を持つための良い方法です。秘密はイベントをより思い出深いものにします。関係者全員にとって嬉しい驚きとなるでしょう。招待状は分かりやすく視覚的に魅力的なものにデザインします。それは彼らの注意を引き、好奇心をそそるでしょう。私たちは彼らにワクワクし、興味をそそってもらいたいのです。そして、私たちの計画の秘密を尊重するためです。今日、招待状を送るよ、アナ。ありがとう、ジョン。細部へのこだわりはかけがえのないものです。嬉しいよ、アンナ。このイベントを忘れられないものにしましょう。そうなると確信しているよ、ジョン。私たちのお客様にはご褒美が待っています。確かに、アンナ。みんなに魔法のような体験をお届けします。サプライズが展開した時の彼らの反応を見るのが待ちきれません。大ごとにする瞬間になるよ、
アナ。それを特別なものにしよう。絶対に、ジョン。私たちの努力は結局それだけの価値があるでしょう。私もそう思います、アナ。一緒に心に残る思い出を作りましょう。秘密を守り、素晴らしいイベントへの期待を込めて。乾杯、アンナ。ワクワクを始めましょう。レッスン9、ヘアケアの選択。髪にはハーブシャンプーを使います。素晴らしい、ジョン。天然物には効き目がある。髪を健康で栄養のある状態に保ちます。私は保湿シャンプーを使うのが好きです。柔らかく絹のような髪を保つには水分が重要です。乾燥や縮れを防ぐのに役立ちます。ハーブシャンプーは優しく、天然オイルを剥がしません。保湿シャンプーは潤いと輝きを与えます。ハーブ成分の爽やかな香りが好きです。そして、保湿フォーミュラの贅沢な感触を楽しんでいます。ハーブシャンプーは環境にも優しいです。それはプラスです。髪と地球を大切にすることはできます。絶対に、アンナ。これはお互いに有利な状況です。適切な製品でヘアケアを優先していることを嬉しく思います。私たちの髪は最高にふさわしい、アンナ。それは私たちの最高の栄光です。同意しました、ジョン。これからもケアを続け、健康に保ちましょう。私はハーブシャンプー、あなたは保湿シャンプーを使い続けます。はい、個別にうまくいくことにこだわりましょう。ヘアケアは個人的な選択ですが、お互いから学ぶことができます。間違いない、ジョン。私たちの経験を共有することはより良い選択につながります。一緒に美しく健康な髪を手に入れることができます。これが私たちのヘアケアのルーチンと自信につながります。乾杯、アンナ。毎日素敵なヘアスタイルをしましょう。乾杯、ジョン。私たちの髪がいつまでも輝く栄光でありますように。その分飲みますよ、アナ。これからの素晴らしいヘアデーが待ち受けています。レッスン10、アドレナリンラッシュを求めて。もうすぐ入ります。アドレナリンラッシュをもっと体験しよう。ワクワクしますね、ジョン。やるよ。今回はバンジージャンプに挑戦できます。バンジージャンプ？それは激しい冒険だ。それは私たちに信じられないほどのアドレナリンラッシュを与えるでしょう。スリルとアドレナリンが湧き上がるのを感じられてワクワクします。コンフォートゾーンから抜け出すのに最適な方法です。同意するよ、ジョン。ワクワク感を味わいましょう。バンジージャンプセッションはオンラインで予約できます。それは便利です。評判の良い場所を選ぶことができます。エクストリームスポーツでは安全性が重要です。絶対に、ジョン。私たちは幸福を優先します。
そこについてジャンプする準備ができたら、ラッシュはすごいものになるでしょ自由落下と無重力感は信じられないに違いありません。一生忘れられない経験になるでしょう。この冒険を一緒に分かち合えることに感謝しています。私もよ、私たちはスリルを求める素晴らしいチームを作っています。これからも忘れられない思い出を作り続けましょう。私たちの地域で最高のバンジージャンプスポットを調べます。そうすれば、爽快で安全な冒険ができます。また、友達を招待することもできます。アドレナリンラッシュを友達と共有するのは素晴らしいですね。多ければ多いほど楽しい。今日は最高の一日になるよ。慌ただしく感じて、恐怖を克服するのが待ちきれません。新しい冒険を求め、人生を最大限に生きましょう。乾杯、ジョン。アドレナリンを感じて思い出を作りましょう。乾杯、アンナ。スリルを求める旅を始めましょレッスン11、ポジティブなスタートを切ることへの感謝の気持ち。感謝の気持ちで一日を始めましょはい、ジョン。それはその日のポジティブな雰囲気を醸し出してくれる。やってみた。気分を良くするのに本当に役立ちます。私も感謝の気持ちを実践してきましたが、それが違いを生みます。簡単な行為がこんなにポジティブさをもたらすことができるのは驚くべきことです。感謝の気持ちを表すと、人生の良いことに焦点が移ります。見過ごしがちな祝福を思い起こさせてくれます。感謝の気持ちは、大切な些細なことに感謝するのに役立ちます。それは満足感と充実感をもたらします。ストレスを軽減し、心の安らぎをもたらすことが分かりました。これは私たちの全体的な健康状態を改善する強力な習慣です。同意するよ、ジョン。それは身につける価値のある習慣だ。まず、毎朝感謝していることを3つ書き留めます。それは素晴らしいアイディアだ。ポジティブな点を振り返るのに役立ちます。お互いに感謝の気持ちを分かち合うこともできます。そうすれば、お互いに刺激し合い、高め合うことができます。感謝の気持ちは波及効果のように広がり、周りの人に触れます。調和の取れた楽しい雰囲気を作り出します。感謝の気持ちを日課にしましょ乗るよ、ジョン。感謝の気持ちを込めて毎日始めましょう。人生の祝福に感謝し、些細なことに喜びを見出すことです。乾杯、ジョン。感謝の気持ちが私たちの心を満たし、他の人に広がりますように。乾杯、アンナ。感謝の力を一緒に抱きしめましょレッスン12、美しい風景を探る。う。美しい風景、イタリアはパーフェクトですね。夢の目的地だよ、ジョン。見るべきものがたくさん。アンナ、どれくらいの旅行を計画すればいいの？十分に楽しむには少なくとも2週間はかかると思います。それなりの時間のように思えます。
様々な地域や都市を探索できます。トスカーナには息を飲むような田園風景があると聞きました。はい、なだらかな丘とブドウ園は美しいです。そして、アマルフィ海岸はその素晴らしい海岸風景で知られています。必見です、ジョン。景色は素晴らしいです。ベネツィアの象徴的な運河も見てみたいです。ベネツィアは魔法みたいだ。ジョン。ゴンドラに乗れます。ローマの歴史的遺跡はどうですか？ローマには歴史と印象的なランドマークがたくさんあります。すべての美しさに浸るには十分な時間が必要です。絶対に、ジョン。じっくり探検する価値のある国です。風景を撮影するために必ずカメラを持参します。いい考えだ、ジョン。私たちはその思い出を保存したいと思うでしょう。滞在中に郷土料理を試すこともできます。イタリア料理は美味しいよ、ジョン。パスタとピザが盛りだくさん。イタリアの魅力を直接体験するのが待ちきれません。忘れられない冒険になるよ、ジョン。イタリアの風景の美しさを発見しましょう。乾杯、ジョン。その素晴らしさに浸ってみましょう。乾杯、アンナ。イタリア、さあ来た。レッスン13、ポジティブな変化を受け入れる。いくつかの変化に気づいたよ、アナ。どんな変化だ、ジョン？もっと教えて。それは私の全体的な幸福に前向きな変化をもたらしています。それが聞けて嬉しいよ、ジョン。これらの変化はどのようなものですか？私は定期的に運動を始め、より健康的な食事をするようになりました。よかったね、ジョン。体のケアは大事だよ。以前よりも元気になり、強くなったように感じます。運動には私たちの活力を高める方法があります。マインドフルネスと瞑想も実践しています。マインドフルネスは安らぎと明快感をもたらすことができます。それは私が現状を保ち、ストレスを軽減するのに役立ちます。素晴らしい、ジョン。マインドフルネスには多くの利点があります。睡眠の質の改善にも気づきました。質の高い睡眠は私たちの健康にとって不可欠です。また、自然の中で過ごす時間が増え、その美しさに触れるようになりました。自然には私たちの精神を活性化させる方法があります。これらの変化は、私に大きな幸福感をもたらしました。簡単な変更がどれほど大きな影響を与えるかは信じられないほどです。私の人生にポジティブな変化があったことに感謝しています。感謝の気持ちは強力な修行だ、ジョン。それは喜びを増幅させます。この自己改善の旅を続けることにワクワクしています。あなたは正しい方向に進んでいます、ジョン。良い仕事を続けてください。アンナさん、ご支援ありがとうございます。それはとても意味があります。ジョン、私はいつもあなたを応援するためにここにいます。ポジティブな変化を受け入れ、より健康的な生活を送ってください。
乾杯、ジョン。これらの変化があなたに永続的な幸せをもたらしますように。乾杯、アンナ。これからも一緒に成長し、繁栄していきましょレッスン14、持続可能な買い物習慣。アンナ、再利用可能なバッグを試してみないと。彼らは素晴らしい、ジョン。それらは廃棄物の削減に役立ちます。再利用可能なバッグを持参したことを覚えていますか？はい、ジョン。バッグの中にあるよ。賢いね。アンナ、もっと環境に優しくしよう。絶対に、ジョン。小さな変化が大きな違いを生む。再利用可能なバッグの方が頑丈だと聞きました。彼らはそうです。破れることなく、より多くの食料品を入れることができます。環境と利便性の双方にメリットがあります。さらに、私たちはビニール袋の問題には関与しません。今後の買い物に備えて、必ず車にいくつか入れておきます。いい考えだね。ジョン、常に準備をしておきなさい。地元産の農産物を買うことも考えています。地元の農産物はより新鮮で、地域社会を支えています。輸送距離が短く、より健康的な選択肢でもあります。同意するよ。ジョン、地元の農家を支援しよう。家で小さな庭を作ることもできます。素晴らしいアイディアだね。ジョン、新鮮なハーブと野菜。自分で食べ物を育てるのはやりがいがあり、持続可能だと思います。自給自足への一歩でもあります。より環境に優しい未来のために意識的な選択をしましょ力を合わせれば、ポジティブな影響を与えることができるよ、ジョン。う。持続可能な買い物習慣を取り入れる方法をご紹介します。乾杯、ジョン。消費者に気を配りましょう。乾杯、アンナ。私たちの惑星は私たちに感謝しています。レッスン15、新しいショップを探索する。ショップはまだですか？いろんな店を探検するつもりです。ワクワクしそうだね。ジョン、どっちを考えてるの？ダウンタウンの地元の本屋を調べてみたい。本は常に素晴らしい選択肢です。私も参加するよ。近くに新しいコーヒーショップがあるという話も聞きました。私のことも含めてくれ、ジョン。私は居心地の良いカフェを見つけるのが大好きです。私の興味を引いたユニークな服のブティックがあります。一緒に行こう、ジョン。買い物に行くよ。町の郊外にファーマーズマーケットがあると聞きました。新鮮な農産物と地元の製品。大賛成です。オープンしたばかりのアートギャラリーも見学できます。美術展は刺激的です。ぜひ見てみたいです。新しい場所を探検したり、地元のビジネスをサポートしたりするのは楽しいです。絶対に、ジョン。地域社会にとっても良いことです。これらの隠された宝石を発見するのは楽しい時間になるでしょ楽しみだよ、ジョン。計画を立てよう。
訪問したいすべての場所のリストを作成しましょそうすれば、どれも見逃すことはありません。う。新しい冒険と未知の発見へ。乾杯、ジョン。探検の喜びを味わいましょう。乾杯、アンナ。一緒に発見の旅に出ましょレッスン16、秘密の花園を探る。シークレットガーデンは素晴らしい選択です。ずっとその本を読みたかったんだ、ジョン。今夜一緒に読み始めましょ素敵だね。ジョン君には何時が合う？う。夕食後、8時頃にどう？パーフェクト、ジョン。必ず準備しておきます。軽食を持ってきて居心地の良いものにできます。軽食と居心地の良い雰囲気が読書をさらに良くします。外にクッションと毛布を用意しておきます。庭で読書するのは魔法のように聞こえるよ、ジョン。物語に飛び込むには穏やかな場所です。庭の秘密を解き明かすことにワクワクしています。キャラクターと一緒に想像力を膨らませることができます。それは現実からの楽しい脱出になるでしょう。本の世界にどっぷり浸ってみましょう。この文学の冒険に乗り出すのが待ちきれません。シークレットガーデンの魔法を発見しましょう。絶対に、ジョン。エンチャントを始めましょう。ページに迷い込んで旅を楽しみましょう。一緒に庭の素晴らしさを発見しましょう。このような文学的な探求の瞬間に感謝しています。レッスン17、パフォーマンスのトラッキング。追跡のパフォーマンスは重要だと思うよ、アンナ。絶対に、ジョン。進捗状況を測るのに役立ちます。スプレッドシートを使用して目標を監視できます。これは、すべてを整理しておくための実用的な方法です。プロジェクトごとに具体的な目標を設定する必要があります。明確な目標は私たちに努力する何かを与えてくれます。そして、その過程で成果を追跡できます。私たちがどこまで進んだかを見るのはやる気が出ます。アプリを使ってフィットネスの進捗状況を追跡することもできます。フィットネスアプリを使えば、説明責任を果たすのが簡単になります。定期的なチェックインをスケジュールして、パフォーマンスを確認しましょう。定期的なチェックインにより、順調に進み、順応性があります。マイルストーンに到達したら、それを祝うべきです。お祝いはモチベーションを保つのに最適な方法です。そして、課題に直面しても、そこから学ぶことができます。課題は私たちの成長と改善に役立ちます。追跡をルーチンの一貫したものにしましょ一貫性は長期的な成功につながります。う。集中力を保ち、目標を達成しましょう。絶対に、ジョン。実現させよう。
私たちの検診と追跡は素晴らしい結果につながります。私たちは成功できると信じているよ、ジョン。追跡の力を受け入れ、前進し続けましょレッスン18、言葉の壁を乗り越える。言葉の壁は私にとって大変でした。それはわかるよ、ジョン。慣れるには時間がかかる。アンナ、以前同じような状況にあったことはありますか？はい、持っています。新しい言語を学ぶのは難しいかもしれません。アンナ、どうやってそれを克服したの？何かコツは？イマージョンは大いに役立ちます。毎日スピーキングの練習をしてください。練習しようとしてきたけど、それでも難しいです。あまり自分に厳しくしないで、ジョン。進歩には時間がかかる。自分を上手に表現できないとイライラします。イライラするのは普通のことですが、諦めないでください。私は前に進み続け、自分の過ちから学び続けます。それは正しい考え方だ、ジョン。忍耐力が鍵です。時間が経つにつれて簡単になることを知っていると心強いです。絶対に、ジョン。練習すればもっとペラペラになれるよ。アンナさん、ご支援とご指導ありがとうございます。どういたしまして、ジョン。一緒にやってるんだ。言葉の壁を乗り越え、成長を受け入れることです。乾杯、ジョン。学び続け、改善していきましょう。アンナ、あなたの忍耐と理解に感謝します。ジョン、私たち全員に課題があります。私が助けに来たんだ。一緒に、この言葉の壁を乗り越えましょレッスン19、サンデーストール。素敵ですね。天気が良ければ、今週の日曜日に参加するかもしれない。それは素晴らしいことだ、ジョン。散歩に行ってもいいよ。リラックスして自然を楽しむのに最適な方法です。晴れた日にアウトドアを探索するのが大好きです。朝の10時頃の散歩を計画しましょう。完璧に聞こえるよ、ジョン。カレンダーに記入しておきます。公園を通るルートをたどって景色を楽しむことができます。この時期、公園はいつも美しい。ピクニックを持ってきて、屋外で昼食をとることもできます。素晴らしいアイディアだね、ジョン。サンドイッチを用意するよ。新鮮な空気と良い仲間との楽しい一日になりそうです。楽しみだよ、ジョン。穏やかな脱出になるよ。晴れた空と心地よい気温を期待しましょ日曜日は好天に恵まれた。う。日曜日には自然の中をのんびり散策しましょう。乾杯、ジョン。静けさを満喫しよう。このようなつながりと静けさの瞬間に感謝しています。私も、ジョン。一緒に過ごす時間を最大限に活用しよう。日曜日の冒険で美しい思い出を作りましょ
レッスン20、ガーデニングの必需品。はい、必ず園芸用手袋を入手する必要があります。いい考えだね。ジョン僕らの手を守ってくれるよ。種まき用のコテはどうですか？コテがぴったりだよ、ジョン。植物に水をやるためのじょうろも手に入れることができます。水分補給には欠かせません。早枯れ木を取り除くために熊手が必要ですか？はい、熊手は庭をきれいに保つのに役立ちます。また、トリミング用の剪定バサミの購入も検討する必要があります。剪定バサミは植物を健康できれいに保ちます。給水用の頑丈なガーデンホースを忘れないでください。いい考えだ、ジョン。ガーデンホースは必需品です。リストを作って一緒に園芸用品センターに行くことができます。ガーデニング用具を買うのは楽しいよ、ジョン。庭の手入れをするための設備が整います。私たちの庭が繁栄し、成長するのを見るのが待ちきれません。アンナ、やりがいのある経験になるよ。さあ、早速働こう、ジョン。一緒に裏庭に美しいオアシスを作ります。絶対に、ジョン。私たちの庭は喜びの源になるでしょう。情熱を分かち合えたこの瞬間に感謝してるよ、アンナ。私も、ジョンガーデニングの旅を楽しみましょう。私たちの庭を育て、それが繁栄するのを見守りましょう。乾杯、ジョン。さあ、グリーンアドベンチャーを楽しみましょう。ガーデニングの必需品を手に入れて、植え始めましょう、アンナ。レッスン21、週末のリラクゼーション。リラックスした週末のようですね。楽しんでください。ありがとう、ジョン。楽しみにしてるよ。アンナ、週末の特別な予定は？リラックスして充電できる静かな時間をお過ごしください。それは完璧に聞こえます。時にはそれが必要なんだ。絶対に、ジョン。セルフケアには重要です。良い本を読んだり、映画を見たりできます。居心地のいいアイディアみたいだね、ジョン。夕食の新しいレシピを試してみようかな。おいしそうだね。料理をするつもりです。お家で和やかな雰囲気を作りましょう。香りのあるキャンドルを灯してリラックスさせよう。公園をのんびり散歩することもできます。自然とのつながりはいつも若返ります。アンナ、私たちの健康を優先することは重要です。そうだね、ジョン。セルフケアは不可欠です。休息と静けさの週末をお過ごしください。乾杯、ジョン。落ち着きを大切にしよう。安らぎのひとときをありがとう、アンナ。私も、ジョンダウンタイムを最大限に活用しよう。週末を楽しんでね、アンナ。自分を大切にしなさい。
ありがとう、ジョン。あなたも、リラックスした時間をお過ごしください。そうするよ。アンナ、充電してリフレッシュして戻ってきましょう。レッスン22、サプライヤー検索。それは素晴らしいです。当社のサプライヤー候補は見つかりましたか？はい、ジョン。いろいろ調べていて選択肢がいくつか見つかりました。それは素晴らしいニュースです。彼らの得意分野は何か？一つは電子機器、もう一つはテキスタイル、もう一つはパッケージングを専門としています。素晴らしい。価格と品質を比較しましたか？はい、価格設定と品質基準に関する情報を集めました。詳細については彼らに連絡しましたか？昨日、全員に問い合わせメールを送りました。積極的だよ、アンナ。あなたの努力に感謝します。ありがとう、ジョン。私たちが正しい選択をすることを確認したいのです。まだ回答した人はいますか？はい、あるサプライヤーからすでに追加情報で返信されています。それは有望だ。彼らは何て言ったの？彼らは製品、価格、配送オプションの詳細を提供しました。彼らのオファーを確認して、他のオファーと比較してみましょう。同意しました、ジョン。情報に基づいた決定を下す必要があります。サプライヤーとのミーティングを来週に予定できますか？彼らに連絡して会議を手配するよ、ジョン。彼らの提案について話し合い、必要に応じて交渉します。計画みたいだね、ジョン。私たちの会社に最適なものを見つけよう。アンナ、あなたの能力には自信がある。お疲れ様でした。どういたしまして、ジョン。私は会社の成功に専念しています。一緒に私たちの成長を支えてくれる適切なサプライヤーを見つけましょう。絶対に、ジョン。将来に向けて強固なパートナーシップを築いていきます。アンナ、あなたの献身と徹底に感謝します。ありがとう、ジョン。私たちの会社を繁栄させましょう。アンナさん、この取り組みのパートナーとしてあなたを迎えることができて感謝しています。レッスン23、読者を引きつける。また、質問をしたり、参加を促したりすることで、読者の関心を引きつけるようにしています。素晴らしいアプローチだね。ジョン。相互作用の感覚が生まれます。まさに、アナ、聴衆とのつながりを築くのに役立ちます。どのように対応を促すのですか？私はしばしば自由回答形式の質問で記事を終了します。それは彼らの考えや意見を招くための賢い方法です。会話を促し、エンゲージメントを維持します。彼らは積極的に反応していると思いますか？はい、多くの読者は自分の視点を共有することを楽しんでいます。活発で参加的なコミュニティがあるのは素晴らしいことです。また、彼らのコメントやメッセージには必ず返信します。それはあなたが彼らの意見を大切にしていることを示しています、ジョン。
歓迎的でインクルーシブな環境を作ることが重要です。ジョン、他にどうやって読者を引きつけるの？コンテンツに投票やアンケートを含めることがあります。フィードバックやインサイトを集めるのに最適な方法です。また、読者に積極的に参加する機会も与えます。読者エンゲージメントへのあなたの献身に感銘を受けました。ありがとう、アナ。これは執筆を成功させるための重要な側面です。あなたの戦略のいくつかを私の仕事にも取り入れます。素晴らしいよ、アンナ。一緒に読者を引きつけましょう。絶対に、ジョン。有意義なつながりを作りましょう。アンナ、あなたのサポートと熱意に感謝します。そして、あなたの指導と専門知識に感謝します、ジョン。私たちは素晴らしいチームです、アナ。読者にインスピレーションを与え続けましょう。これ以上は同意できないわ、ジョン。魅力的なコンテンツに進みましょう。確かに、アンナ。視聴者を魅了し、つながりましょレッスン24、道順の問い合わせ。すみません。最寄りの地下鉄駅への行き方を知っていますか？携帯で地図を確認させてくれ、ジョン。ありがとう、アナ。ご協力に感謝します。地図によると、わずか2ブロック先です。それは素晴らしいです。どっちに向かえばいいの？この通りを北に進み、左折する必要があります。よし、その方向に歩き始めましょう。地下鉄の駅の標識に注意してください。そうするよ、アンナ。あまり混んでいないといいんだけど。心配しないで、ジョン。なんとかするよ。すみません。私たちが正しい方向に進んでいるかどうか教えてもらえますか？はい、あなたは正しい方向に進んでいます。そのまま直進してください。確認していただきありがとうございます、アンナ。とても感謝しています。問題ないよ、ジョン。手伝えてよかった。すみません。道順を教えていただけますか？もちろん。どこに行こうとしてるんだ？一番近い喫茶店を探しています。次の交差点を右に曲がると、左手にあります。アンナ、助けてくれて本当にありがとう。どういたしまして、ジョン。コーヒーを楽しんでください。すみません。一番近い公園はどこか知っていますか？はい、ほんの数ブロック先です。直進して左に曲がってください。アンナ、道順をありがとう。感謝するよ。問題ないよ、ジョン。公園で楽しい時間を過ごしてください。すみません。美術館への行き方を教えてください。承知しました。2ブロックほど歩いて、信号を右に曲がってください。アンナ、道順をありがとう。あなたはとても親切だね。どういたしまして、ジョン。博物館への訪問を楽しんでください。
すみません、ショッピングモールへの行き方を知っていますか？はい、この通りを少し下った左側にあります。知らせてくれてありがとう、アンナ。買い物に行くのが楽しみだよ。どういたしまして、ジョンハッピーショッピング。すみません、劇場への行き方を教えてください。確かに。まっすぐ進んでいけば右手にあります。案内してくれてありがとう、アンナ。あなたはとても助かります。問題ないよ。ジョン劇場でショーを楽しんでください。すみません、最寄りの薬局への行き方を知っていますか？はい、左の角を曲がったところにあります。アンナさん、ご協力ありがとうございます。あなたは命の恩人です。どういたしまして、ジョン必要なものが見つかるといいんだが。すみません、レストランへの道順を教えていただけますか？もちろん。数ブロック先で、この通りをまっすぐ進んだところにあります。アンナ、私たちを正しい方向に導いてくれてありがと問題ないよ。ジョンレストランで食事を楽しんでください。う。すみません、バス停への行き方を知っていますか？はい、ここから歩いて10分ほどです。直進して右に曲がってください。アンナ、道順をありがとう。ご協力に感謝します。どういたしまして、ジョンバスターミナルで安全な旅を。すみません、一番近い本屋はどこにあるか教えてもらえますか？確かに。通りの真向かい、角にあります。知らせてくれてありがとう、アンナ。本を見るのはワクワクするよ。どういたしまして、ジョン本屋で読書を楽しんでね。すみません、一番近い公園への行き方を知っていますか？はい、この道路を数ブロック進んだ左側にあります。アンナ、道順をありがとう。感謝するよ。レッスン25、自発的な冒険。こんにちは。自発的な旅行をしたことはありますか？はい、私は新しい場所を探索するのが大好きです。あなたはどう？ずっとやりたいと思っていたけど、やったことがない。自発的な旅行はスリリングで思い出深いものです。気になるんだけど、どうやって行き先を決めるの？時々、目を閉じて地図上の場所を指さします。ワクワクしそうですね。すべてを前もって計画していますか？必ずしもそうではありません。思いがけない発見の余地を残すことを楽しんでいます。自発的に旅行している時に素晴らしい経験をしたことはありますか？絶対に。私はかつて息を飲むような隠れたビーチに出くわしたことがあります。それは信じられないほどだったに違いありません。他に思い出に残っている瞬間は？また、ユニークな工芸品が並ぶ魅力的な地元の市場も発見しました。自発性が驚きの要素を加えるようですね。間違いなく、驚きと驚きに満ちた旅を続けてくれます。
自発的な冒険の魅力が分かり始めています。開放感をもたらし、心に残る思い出を作ることができます。初めての自発的な旅行を計画している人に何かアドバイスはありますか？近くの町や都市を探索するなど、小さなことから始めることをお勧めします。それはいい考えだ。初めての人にとっては、それほど圧倒されることはありません。そして、予期せぬ事態を受け入れ、流れに乗ることを忘れないでください。そのことを覚えておくよ。アナアドバイスありがとうございます。どういたしまして、ジョンいつか素晴らしい自発的な旅ができるといいな。アンナ、あなたの励ましに感謝します。インスピレーションを与えてくれます。自発的な冒険は変革をもたらす可能性があります。旅を楽しんでください。そうするよ。アンナ、思いがけないことを受け入れることにしよう。